2008年1月31日、当時新作のスマブラ X が発売し、各地の強豪プレイヤーは軒並み集結し腕を磨いていた。関東ではレイン、関西ではマサシが圧倒的な実力を見せていたものの、当時はオフ大会もほとんどなく、地域間の交流も盛んではなかった。そんな中、2008年8月に初めて関東勢と関西勢がぶつかり合うケツバト X が開催された。優勝候補は関東から参加したレイン、ボムソルジャー、シュウ、そして関西から参加したマサシ、アキラ、四国から参加したガノ。この大会で初めて関東関西両コミュニティのトッププレイヤーたちが激突し、日本一を決める戦いが始まろうとしていた。関西で開催されていたスマブラ関西コミュニティの大会ケツバト。その2008年8月の大会に関東のトッププレイヤーが軒並み参加を表明した。これによってこの大会はスマブラ X 発売後初めての大型大会となり、同時に関東と関西のコミュニティ直接対決の舞台となった。トッププレイヤーの中心的存在であり、関東最強の一人とされていたレインも日本最強を証明するためにこの遠征に参加していた。関西ですらもう海外遠征行くみたいな感じだったんですの中での関東でいうと、レインさん本当に最強のプレイヤーで、この人を頂点にしたピラミッドみたいな感じですよね。プレイ内容も圧倒的に強かったので、本当にこのゲームで今一番強い人だと思っていました。まず第一に関西勢に負けたくないがもう本当に第一で、目標はもう優勝以外ありえないし、優勝以外取ったらもう自分の中ではもうビリも準優勝も変わらないぐらいの大会でした。当時ケツバト X の予選にはスイスドローと呼ばれる形式が採用されていた。これは初戦の勝敗によって2回戦目以降の組み合わせが勝利したチーム同士、負けたチーム同士など勝敗数の同じ相手になるという形式だ。決勝トーナメントに入ると、今も競技シーンの多くの大会で採用されているダブルエリミネーションと呼ばれる方式で試合は進められた。この方式では勝者側トーナメントがまず行われ、ここで負けたプレイヤーは敗者側トーナメントに挑む。勝者側と敗者側、それぞれのトーナメントで勝ち残った2人がグランドファイナルで戦うという仕組みになっている。トーナメント開始後、レインをはじめとした優勝候補のトッププレイヤーたちは勝者側トーナメントを順調に勝ち進んでいた。しかし一人のプレイヤーがそこに待ったをかけた。彼の名はサウザー。サウザーはガノ、レインという強豪を立て続けに撃破。その後も準決勝で関西最強と目されていたマサシを、勝者側決勝で優勝候補の一人シュウを倒し、勝者側トーナメントを制することになった。私は当時多分知らなかったと思います。急に出てきたプレイヤーだと思いますね、当時は。結構ありえない結果が来たなっていうので、かなりびっくりしましたね。スマブラ X のスネークといえば、まず特筆すべきは手榴弾や C4 といった重火器だった。これらは今までのスマブラの常識にはない技であり、スネークを扱うプレイヤーはまずこれらを武器にした立ち回りの構築を目指した。しかしサウザーは横強や上強といったリーチの長い強力な地上技で戦うことを得意としたプレイスタイルだった。彼の優れた反応速度、読み合いの強さからなる近距離戦の強さは下投げにも活かされた。スマブラ X では下投げからの読み合いを制するともう一度掴むことができたため、それを利用した疑似的な投げ練も彼にしかできない特技だった。サウザーが勝者側トーナメントを優勝する中、敗者側に回ることになったレインは関東最強プレイヤーとしての意地を見せ、敗者側トーナメントでボムソルジャーやシュウを下し、グランドファイナルに駒を進める。そうしてスマブラ X 初の大型大会の決勝は予想外の波乱を引き起こしながら、結果的には関東最強のレイン VS 関西の伏兵サウザーという
東西対決となるのだった。グランドファイナルで敗者側から優勝をつかむためには2度勝利する必要がある。レインは1セット目でサウザーを 3-0 で下す。そして勝った方が大会優勝者となる最後のグランドファイナル2の試合が始まった。しかしレインの追い上げも一歩届かず、結果はサウザーの勝利。スマブラ X 最初の大型大会の優勝は関西勢の一人サウザーのものとなった。これは彼が実質的なスマブラ X 初の日本一となったことを意味していた。これは負けだなと思います。関西勢とか地方勢にやられたっていうのがありましたね。そうだから絶対に次リベンジしに行こうみたいなのは間違いなく言ってたと思います。で、あの当時やっぱお金もなかったのに最後じゃあみんなで打ち上げで焼肉行ってみたいなことしてたのはやっぱそういった気持ちもあって、みんなでね次頑張ろうねみたいな気持ちもあって言ってたんじゃないかなっても思うんで。悔し涙を飲むことになったレイン。そのリベンジの機会は4ヶ月後にやってきた。関東で開かれた初めての大型オフ大会、千葉県で開催された沼ブラだ。レインがサウザーへのリベンジを果たすかに関心が集まる中、レインは順調に勝者側決勝まで駒を進める。しかしレインの前に立ちふさがったのが関東最強スネーク使いのシュウだった。シュウはサウザーと異なり、ニキータや地雷、手榴弾など重火器を多彩に使用した立ち回りに長けており、そのキャラ開拓能力は当時のプレイヤーの中でもトップクラスだったと言える。シュウはレインを圧倒し、ウィナーズファイナルに勝利。グランドファイナルに駒を進めることとなった。敗者側決勝はレイン VS サウザーのリベンジマッチになると予想される中、ルーザーズセミファイナルでサウザーは同じスネーク使いであり、後にスマブラ SP の開発チームに加わることになる QB とぶつかった。QB は他のスネーク使いとは異なり、手榴弾による街のスタイルに圧倒的な自信を持っていた。特に手榴弾の時間管理に関しては、スネーク使いの中でも右に出る者はおらず、サウザーは苦戦を強いられる。この同キャラ戦を制し、敗者側決勝に上がってきたのは関西勢の QB だった。この結果、敗者側決勝はレイン VS QB という東西を代表する2人による試合となった。レインファルコと QB スネークによるこの試合は、試合時間の10分ほとんどをステージ両端からブラスターと手榴弾を投げ合うという、これまでに見たことのない極端な試合となった。ステージがあるんですけど、ステージから降りてブラスターを撃つっていう。で、当時のスマブラ X ってブラスターの着地付き出るんですよ。でもファルコの2段ブラスターってピュンピュンって打った後にスネークのしゃがんでいる浮く状態に当たらないので、じゃあ当てるために崖から打てば当たるよねみたいなので崖ブラっていうのを作って、それで当時本当に画期的だったと思うんですけど、それを対応したっていう感じですね。どうなんだろう、別ゲー感しかないんじゃないですか、あれは。多分みんなが想定しているファルコスネークともう全然やってることが違うはずだったので、結構すごく変な試合になってるかなと思います。もう本当にお互いずっと待つみたいな、全然攻めないお互い、割とこう待ちが強いゲームかもねみたいなのはなんとなく言われていたけど、やっぱここまでなんだなと思って、その徹底するってなると、割となんかここまで自分だったらできるかなみたいなのをやっぱ考えたりしましたね。正直言うと崖ブラを開発したばっかりだったんですよ。で、いやスネークできるキャラやんってなって結構それを多用して、それが対策として正解だったかというと絶対正解ではないけど、新しい取り組みしながらやってたから、そっちの方が結構、個人的にはやりたいことをやってしまった大会ではあったのかなとはすげえ思ってます。だから結果はそれでついてこなかったのは自分のやり方が悪かったっていうのがほぼ全てなのかなとは思ってますね。最終的にこの試合を制したのは QB。QB はそのままグランドファイナルでシュウを下し優勝をつかむ。結果としてスマブラ X 発売初年度に開かれた2度の大型オフ大会では、どちらも関東勢が優勝を逃すという結果になった。しかし
日本国内で最強の座を争っている傍ら、海の向こうには全く違う戦い方でスマブラを極めようとしている者たちがいた。彼らの存在に気づいた時、日本のスマブラプレイヤーたちは自分こそが世界最強であることを証明するため、戦いの舞台を世界へ広げていくことになる。